こんにちは、アンナスです。今日は、図案の話をしようと思います。初心者の方がどういった図案をまず最初にやればいいかっていうのをよく質問されるんですけど、それをもとにちょっと図案ってこういう感じなんですよ、レベルってこんな感じなんですよみたいなのを説明しようかなと思います。なので、刺繍をもうたくさんやってらっしゃる方もふんふんって思いながら聞いてもらえるといいかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。今日は初心者向けの図案の話をしようと思います。よく聞かれるんですけど、刺繍を始めた時にどの図案から始めていいですかみたいな話を、質問をされるんですけど、だいたいこの辺りの話をいつもしているので、ちょっと字が汚いんですけど曲がってるんですけど、ちょっとこれを見ながら説明しようと思います。まず、これ私の図案に関してなんで、他の作家さんの話とはちょっと当てはまらない部分もあるかと思うんですけど、とりあえず初心者の方はもう簡単にお花とか植物とかこの辺りをやってもらうといいと思います。なぜかというと、お花とか植物っていうのは曲がっててもお花に見えるんですよね。葉っぱがついてて花びらがあって茎があればお花に見えるので、一番簡単なんですね。ちょっと記号化されているお花に関してはきちっと刺さないとダメかもしれないんですけど、例えばこのページのこういう自然に曲がってるお花、これがちょっと曲がっててもだいぶ湾曲しててもお花になるんですよね。だから、植物系は割と簡単なので、まずおすすめするのはお花と植物、自然っていう感じですね。でその次に難しいっていうか、チャレンジできそうなものにっていうと、人物とか、あと服を着ている動物ですね。人物だと、これカエルの王様なんですけど、このお姫様もパーツがたくさんあるんで、多少バランスが悪くなってもこのパーツをちゃんときちっと刺しておけばなんとかお姫様には見えます。なので、人物とか、あと動物ですね。動物も服を着ているとか、あとこういうパーツがたくさんある動物ですね。こういうのは割とバランス崩れてもなんとかパーツが多いのでなんとかなります。だから逆に言うとちょっと飛んじゃうんですけど、あまりおすすめしにくいのはこの白ヤギ黒ヤギのこの、服着てない、普通にナチュラルな感じの動物、こういうのは、筋肉がたくさん曲線があったりとか、足の形どういう形かなみたいなのをちゃんと考えてやらないと、例えばこれヤギですけど猫に見えたりとかいろいろちょっと難しいなって感じると思います。なので、一番私難しいって書いてるのはこのリアルな動物にしたんですけど、そこはちょっとそういうのを考えながら、これだとキツネがねパーツがたくさんあるから、まださっきのヤギよりかはマシですね。で、ちょっと飛んじゃいましたけど、この真ん中にある人工物っていうのは家具とか食器類なんですね。で例えばこういう椅子とか、ここがまっすぐピシッとなってないと椅子として成立しない。でなんかこの足だけがすごくまっすぐになってたりすると、なんかこの椅子おかしいなみたいな、ちゃんと立てるのかなみたいなの見てて不安な気持ちになるので、そういうのは割ときちっとさせないとちょっと椅子として成立しないっていうのもあるし、あとお皿とかですね、コップとかもうこの辺りとかも意外とこのちょっと細かいんですけど立体感というか奥行きが
コップのこの丸とここの丸とか、ちょっとデフォルメしてるものもあるんで、瓶なんかはそうですけど、でも瓶なんかも左右対称にここがちゃんと線が取れてないと、例えば片方だけ割とまっすぐになりがちだと、この瓶として成立しないんで、パッと見た時になんかこう気持ち悪さを感じるというか、やっぱ人間の目って結構ちゃんとしているので、ちょっと曲がってるのやっぱパッと見つけちゃうんですよね。だから人工物っていうんですか、きちっとした工場で作られているようなもの、椅子とかテーブルとか食器類とか、刺繍だとそのあたりかな。なんか車とかも図案が大きくなると結構難しくはなると思うんですけど、そういうものが、結構私は形をきれいに取るっていうことに関してはちょっと難易度が高くなるかなって思ってます。なのでだいたいこの順番を軽く頭の中に入れてもらって、本当に何でもいい、ただとりあえず刺繍やりたいけど、どれを選ぼうみたいな方はこれを参考にしてください。ただ例えばこれぐらいとか、とても大きな図案で私この刺繍めちゃくちゃ気に入ってこれをどうしてもやりたい、でもなんか瓶とか難しそうみたいなのがあっても、それはやっていいと思います。ちょっと曲がってたりしてもやっぱり自分の好きな絵柄で刺繍ができるっていうのはやっぱ楽しさが刺繍している時にそこに入ってくるので、仕上がった時に結構味になってたりするんですね。だから歪んでてもね、なぜかこう愛着が見ている人にも感じられるような作品になってくるので、そこに関してはあんまりこの厳密に気にしなくていいです。ただそんなに気に入ってないけどとりあえず大きい図案をやってみたいなっていう思って、ちょっと難しいのわざとやろうみたいなことを考えている方はちょっと、お花とかから始めた方がいいのかなとは思います。なので参考程度に見てください。これが絶対っていうわけではないんで。ということで図案を選ぶときにちょっと頭の片隅に入れてもらえると嬉しいです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録と、いいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。